黒ずきんの目次を開いてくれてありがとう。診断デュエリストアドバンスで登場した汎用リンク、ジロストニア・ゴルゴーン。このカード、どこか既視感のあるデザインだと思いませんか？そう、オルフェゴール・ガラテアです。デザインだけであれば、ああ似てるよねで動画を作らずに済んだのですが、その名前やステータスからは、オルフェゴール、ないしは聖杯ストーリーの黒幕、聖杯の妖精リースを彷彿とさせます。果たしてジロフソニア・ゴルゴーンとは一体何者なのか。聖杯ストーリーとの関係性に対する考察と、またこのカードを採用したオルフェゴールデッキについて今回は紹介していきます。考察パートが非常に長くなっているため、展開や構築についてのみ知りたいよという方は、動画説明欄リンクより第3章展開の紹介までスキップしていただければと思います。これからオルフェゴールを触るよという人は、オルフェゴールの教科書を覗いてみてね。オルフェゴールを一から覚えるにあたって、必要な情報をすべて網羅しているだけでなく、オルフェゴールがより楽しくなる一冊となっています。目次です。4章立てにてお送りします。タイムテーブルとデッキレシピは動画説明欄から。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。第1章、ジロフソニア・ゴルゴーンの考察。1、オルフェゴールとの関係性。ジロフソニア・ゴルゴーンとオルフェゴール、聖杯ストーリーとの関係性について、決定的な証拠があるわけではありません。しかし、無関係の一言では片付けられないほど、多くの共通点やつながりを読み取れるのも事実です。まずはデザインについて、オルフェゴールはオルゴール、ゴルゴーンは蓄音機をモチーフとしています。イラストの要所にその衣装が散りばめられており、ガラテアと比較してみると、それらを装甲のようにまとっている点で類似しており、金色プラス黒という配色も酷似しています。オルゴールと蓄音機について簡単にお話しします。どちらも誕生したのは19世紀頃。ご存知オルゴールはポロロンという優しい音色を奏でる楽器で、一方の蓄音機はあまり聞き慣れないですが、会話や音楽を録音するための装置です。用途こそ異なりますが、どちらとも音に関係していて、それぞれ奏でるもの、記憶するものといった対比も意図してデザインされたのかもしれません。また、オルゴールと蓄音機はどちらも内蔵のシリンダーやレコード盤を回転させることで音を発生させるという共通点もあります。少し脱線してしまいましたが、モチーフのオルゴールと蓄音機にこういった共通点が見受けられるほか、ゴルゴーンとガラテアでは同じ白色の肌に加え、それぞれ首元にスカーフやリボンを巻いている点まで一致しています。また、彼女らの名前にも着目してみましょう。オルフェゴールの語源は、オルゴールプラスベルフェゴール、キリストの教えに登場する7つの大罪のうち、怠惰、公職を司る悪魔。一方のゴルゴーン、ジロフソニアという悪魔の名を一般的に聞くことはありませんが、こちらはギリシャ語由来のものであり、7つの大罪のうち、嫉妬、羨望を表す言葉として使われることがあるそうです。ゴルゴーンとオルフェゴール、元いガラテアのデザインや名前だけでもこれだけの共通点があるわけですが、これでもまだ半分ほどで、ここからは彼女の正体と思われる存在と、その仮説に対する要素についてお話しします。2、聖杯の妖精リースとの関係性。ゴルゴーンの正体は、冒頭でもちらっと触れた聖杯ストーリーの黒幕、リースではないかと思っています。最初期に登場した聖杯の妖精リースからは、ゴルゴーンとの共通点はあまり感じられませんが、
後に登場した生前の人間時代の研究者リースや、特にオルフェゴール・トロイメアの中から顕現したアストロイメア・イドリースとは、肌や髪の色、そしてその髪の長さが一致しているように思えます。5体の守護竜を取り込んだ長くうねる髪を持つイドリースのモチーフは、同じように蛇のような髪を持つギリシャ神話のメドゥーサのようで、先ほど紹介した7つの大罪の嫉妬に対応する動物もなんと蛇なんだとか。またメドゥーサを含むギリシャ神話に登場する3姉妹を総称してゴルゴン3姉妹といい、ゴルゴーンという名がこれに由来していることはまず間違いないと思われます。この仮説が正しければ、ゴルゴーンの種族が機械族ではなく、なぜか爬虫類族であることにも説明がつきます。そしてゴルゴーンニアリイコールリースという説を後押しするもう一つの要素が、リース同様の100という攻撃力とその効果。自身のリンク先にモンスターが存在しない場合、戦闘及びモンスターの効果で破壊されなくなるという耐性は、反対にリンク状態の場合に戦闘効果破壊耐性を付与できるオルフェゴールリンクを明らかに意識しているようです。ゴルゴーンとリース、イドリースの共通点は次の通りです。前項のオルフェゴールとの関係性も踏まえた上で、ジロフソニア・ゴルゴーンとはどのような存在なのか、最後にその核心に触れたいと思います。3. ジロフソニア・ゴルゴーンとは。さて、ここまでジロフソニア・ゴルゴーンとオルフェゴール、およびリースとの関係性について長々とお話ししてきましたが、これだけの共通点が出揃っていながら、無関係の一言で片付けるのは逆に無理があると思います。ゴルゴーンニアリイコールリースだった場合、そこから考えうるのは、ジロフソニア・ゴルゴーンという存在は、リースやイドリースが何らかの形でオルフェゴールとは別の機械化した姿であるということ。どのタイミングで誕生した存在なのかは定かではありませんが、ロンギルスがガラテアを作る過程で誕生したか、または聖杯ストーリー後のことか、大きく分けて2つの説が考えられます。まず前者のロンギルスがガラテアを作る過程で誕生した存在だった場合、リベルなどのメインモンスター同様、実験を繰り返す中で生まれた副産物という可能性が考えられます。ガラテアを作る際にイブをモデルとしたように、作品としてゴルゴーンを作る段階ですでにリースというモデルがいたのか、はたまた失敗作にトロイメアに宿っていたものとは別の人間としてのリースの魂が宿っていたのかはわかりませんが、リースの意志のようなものが反映されているのであれば、オルフェゴール名称でないことにも納得です。妖精となったガラテアに自我が芽生え、実体化を果たしたガラテア愛という例を見るに、機械に魂が宿るというのは何ら不思議ではありません。また、名前に含まれるジロフソニアには、リースの潜在意識に眠っていたかもしれない、兄の寵愛を受けるイブやガラテアへの嫉妬心などのジロフソニア・ゴルゴーンが誕生するきっかけとなった意味合いが込められていそうです。そして後者の聖杯ストーリー後に誕生した存在だった場合、この説を後押しする面白い考察をされている方がおり、ジロフソニア・ゴルゴーンの背景がスペンドグラスではなく星空であることから、生物の導く先と同じ時間軸ではないかというものでした。この場合、失敗作のゴルゴーンに後から亡きリースやイドリースの魂が宿ったと考えられそうです。ここで一つ、同様に聖杯ストーリー完結後に登場した聖杯の妖精リースがモデルの気になる存在にも触れておきます。無限吸収体。頭部の髪飾り状のパーツや左目の下のラインは聖杯の妖精リースを連想させ、種族・属性も一致しています。
そして機械の骨格に対し魔力や流体のようなものがまとわりついて人型に変化していく様子が描かれています。無限吸収体のイラストが生成を表している場合、反対に崩壊していく様を描いているのがオルフェゴール・トロイメア。体の表面が剥がれ、ガラテアの内部に潜んでいたリースがあらわになる様が描かれているトロイメアですが、その露出面が無限吸収体とは左右反対となっています。崩壊を表すトロイメアの反対、つまり無限吸収体とは、リースが機械化していくゴルゴーンになる様子を描いたカードなのかもしれません。長くなってしまいましたが、考察パートはここまでとなります。僕としては、その正体がたとえリースではなくとも、聖杯ストーリーと何らかの関わりがあるのは決定的だと思っていますが、万一にも全くの無関係だった時のことを考えると、あえてその正体が明らかにならず、謎を残したままでいてくれる方がいいのかもしれないです。ここからはいよいよその効果や展開ルート、ジロッソニア・ゴルゴンを採用した構築について紹介します。第2章効果の紹介。第1章でもお話の通り、聖杯の妖精リースやオルフェゴール・トロイメア同様の攻撃力100というステータスを持ち、丸3効果による自身のリンク先にモンスターが存在しない場合に付与される戦闘効果破壊耐性はオルフェゴールリンク体の対になっています。巷ではオーケストリオンが美少女になって生まれ変わった姿なんて言われています。仮にリンク先にモンスターが存在する場合は、丸2効果でそのモンスターの攻撃力分、攻撃力をアップできるため、一見低ステータスですが戦闘面では無敵です。また、ゴルゴーンのリンクマーカーは3つとも全て上向きのため、リンク先に複数体の相手モンスターが存在する場合は、その合計値が自身に加算されます。このカードの進化は丸1のリンク先のモンスターが発動した効果は全て無効化される効果にあります。永続効果のため、相手の効果にチェーンした効果処理時にゴルゴーンを着地すればすぐさま適用でき、先行でマスカレーナの立つオルフェゴールとは相性がいいです。また闇属性のため、オルフェゴールの展開途中で出すこともでき、前述の丸2効果によるステータスパンプも相まって、お手まくりの際、相手の制圧モンスターを処理したい場合にも非常に便利です。以上がジロッソニア・ゴルゴーンの効果の紹介です。続いてゴルゴーンの絡む展開の紹介です。第3章展開の紹介。展開ルート自体は昨年末にアップしたオルフェゴールの教科書同様です。ポロウーサでウララやニビルをケアしつつ、相手ターンにマスカレーナからゴルゴーンをリンク召喚できる状態にしたいため、マスカレーナが最終盤面に残る3パターンの展開を紹介します。スケルツォン書道については、サモンソーサレスを絡めないと展開が伸びず、その場合はマスカレーナが盤面に残せないため、今回は省略します。1、ジャックナイツ・オルフェゴール・ギルスプラス手札コスト書道。
最終盤面はトロイミアによる打点パンプを含む暗素材アポロウーサ、マスカレーナ、ゴルゴンオアリトルナイト、ポチトロイミア、シリウス、ポチスケルツォン、リンギルスの計6から7妨害。クリマクスがない時のオルフェゴールの無効系妨害は、アポロウーサに一任しているところがあり、無限やひとしずくをもらうと途端にまくられやすくなります。特に現環境のドラゴンテール対面におけるフリチ除去の刺さりが悪いため、ゴルゴンとリトルナイトをどちらとも出せるというタグを用意しておくことに意味があります。ゴルゴーンの丸1効果により、モンスター効果無効は永続で適用されるため、ギルスのような複数効果持ちにも強く出れます。また、エクストラゾーンにモンスターを出された場合でも、アポロウーサやエンリルギルスで自分の場の真ん中にリンク先を確保しておけば問題ありません。仮にアポロウーサが禁止になるようなことがあれば、その時こそ唯一の無効系妨害であるゴルゴーンの出番でしょう。アポロウーサのいるエクストラゾーンには代わりにエンリルギルスが立つことになりますが、エクストラゾーンのエンリルギルスをゴルゴーンのリンク素材にすれば、丸2効果によりそのターン限定でフリチ除去もできてお得です。2、オルフェゴールリベルプラス機械属書道。最終盤面はトロイミアによる打点パンプを含む酸素剤アポロウーサ、マスカレーナ、ゴルゴンはリトルナイト、ポチトロイミア、シリウスの計5から6妨害。3、オルフェゴールディベルプラス手札コスト書道。最終盤面はマスカレーナ、ゴルゴンオアリトルナイト、クリマクス、ポチトロイミア、シリウス、ポチスケルツォン、リンギリスの計4から5妨害。以上が展開の紹介です。続いて構築の紹介です。第4章構築の紹介。今期環境に合わせドミナスインパルスを採用できるオーソドックスな準構築です。採用枚数の基準については、昨年末にアップしたオルフェゴールの教科書をご確認ください。パルウララやドミナスインパルスを除く各種手札誘発の刺さりが軒並み悪いため、単体でパワーの高いドロー系誘発の他は、1枚でドラゴンテールの2妨害を踏めるポテンシャルのある禁じられたひとしずくをメイン投入しつつ、残りの枠である程度こちらの展開を通していくような構築にするといいと思います。以上が構築の紹介です。第1章の考察パートの最後でもお話しした通り、聖杯ストーリーと何らかの関わりがあるのは決定的だと思っていますが、万一にも全くの無関係だった時のことを考えると、あえてその正体が明らかにならず、謎を残したままでいてくれる方がいいのかもしれませんね。それでは次の黒ずきんの目次のお話でお会いしましょう。